これぐらい焼きたい。チキンコンソメ、油と馴染んで乳化されてきたぐらい、こう下味にチーズが乗っかるような感じで、これやばいな。さあどうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、キャベツを美味しく食べてしまうシリーズです。初の試み初ではないか。キャベツとかね、ちょっと結構こう塊とかで僕は料理で動画で配信すること多いんですけど、今回もねなるべくこう細かくしないで塊のまま美味しく食べていくね料理をちょっと紹介しようと思います。ポイントもね押さえて分かりやすくしていきたいんで、ぜひ最後まで見ていってください。はい、じゃあ材料紹介です。まずキャベツ、市販のコンソメチキン、ニンニクとパルミジャーノレッジャーノ、カリー粉ですね。カリー粉、僕はこれ今回は中村屋さんの純カリー粉です。というわけでですよ、まずはまずはね、キャベツを半分に切ります。半分にするとき軸の方からしっかりとこう入れた方が均一になりやすい。なるべく落としたいですね、硬いから。あんまり茎の部分を否定するとね、茎愛護団体の人たちから怒られそうな気がするんで、ただこう外側のこの茎の部分も気になるところあればちょっと削いでおきましょう。基本的にね、やっぱね火入りづらいのってねこの辺だと思うんですよ。ここね切れ込み入れちゃいましょうか。ちょっと奥の方までグッで、なんかこっち側にもね少し隠し包丁とか入れておくといいかもしれないですね。グッとそうするとね少し火が入りやすい。で、ニンニクもねちょっとみじん切りにしておきます。キャベツといえば僕はなんかねこうニンニクってすごく鉄板の相性だと思うんですよ。でちょっとこう荒々しい味でもいいと思うんで、今回はもう普通に叩いちゃいましょうか。芯外したりとかじゃなくて、もうめっちゃ粗みじんで。叩く時もね常に同じ方向じゃなくて、必ず縦に叩いたら次横とかした方がいいですね。一定方向にやってるとね細長くなっちゃうパターンもありますから、はい、これぐらいでいいですね。粗みじん。よし。でこの後レンジで少し火入れしとくんですけど、その前にね塩しちゃいますね。全体にしっかりとしましょう。ここまんべんなく重要な下味がつくんで、こんな振っちゃって大丈夫だっけっていうぐらいしちゃってください。芯の部分とかはね中にあんまり入り込みづらいんで、多分ねそのままラップしてもいけると思うんですけどね、水分多いからキャベツは。でもちょっとこういった濡れタオルとかでくるんでおくとね、より中まで浸透しやすいと思います。熱が。これでねくるっとラップしておきます。そう、水分がねあんまりないじゃがいもとかをそのままラップでくるんでレンジでチンすると水分が少なすぎてねなんか焼けちゃったりする場合もありますからね、それは気をつけましょう。じゃあレンジ600ワットで5分ぐらい様子見ましょうか。で今キャベツレンジでちょっと火入れてる間に、これねほんと箱の裏見てその通りにやった方がいいと思います。全然鶏ガラスープとかでもいいですよ。これどういうのが一番多いんですかね、家にあるの。うちはやっぱこうチキンブイヨンとかなんですよ。チキンコンソメって何買えばいいんですかみたいな風に聞かれることあるんで、概要欄にリンクは貼ってありますから、僕が普段使ってるやつは。じゃあこれでキャベツがねレンジで大体8分ぐらい入れましたね。僕がねしっかり火入ってる方が好きなんで、熱っていうかね、こうするとなんかもう芯の部分もこう柔らかくなってる感じ、いいっすね。焼いていきますね。フライパンはねここからじっくりと温度を上げていく感じでいいと思います。基本的にフライパンだけで仕上げてはいくんで、この後これ最初から生の状態でフライパンでこのサイズずっと焼き続けてもなかなか火は入らないと思うんですよ。なんでそれもあるからレンジでまずこうなんでしょう、火入れをブーストさせて、で最後ここで焼き色をつけて香ばしく仕上げていくみたいな、それがこの調理のポイントですね。オリーブオイルとまたキャベツね相性いいですからね。遠慮なくいっちゃいましょう。でもこの段階でカレー粉軽く振ります。スプーンの先1杯ぐらいこの油になじませる感じですね。キャベツにも少し振るんですけど、カレーオイルみたいな。めっちゃいい香りしてきてますよこれ。ほんとこれでねこうキャベツの青臭さ全くなくなりますからね。まず両面しっかりと焼き色をつけたら、最後こっちの裏側
裏側なのか表なのかちょっと分かんないですけど、そんなね香りを楽しめるキャベツもなかなかないんじゃないか。今強火でいいんですけど、強すぎてもダメなんでね、ちょっと中火と強火の間をうまくコントロールしながら焼き色をつけていきます。これでも十分だと思うんですよ、焼き色。でももうちょいいきたい。カレー粉もね、一回少量でやってみて食べてみて、もうちょっと入れてもよかったなって思えれば、もちろんもうちょい入れていいです。ね、ほのかに香るぐらいがうまいんですよね、カレー粉だから。お、いいっすね。いい感じになってきたんじゃないですか。よいしょ。おお、いいっすね。これぐらい焼きたい。こんな感じでね、両面かなりいい感じに、よいしょよいしょ、焼き色ついて、おお、うまそう。そしたら弱火にします。でここでニンニクをねちょっと香り出しするためにオイルまた足します。オイルはだからなんだかんだ大さじ2杯入ってるかな入ってないかなぐらいです。まずベースの段階でしっかりカレー粉の香りを移すじゃないですか。でもしもうちょっと足したいなって思ったら、ここでニンニクをねこう香り付けしてる時にちょっと足しちゃいましょうね。おっと、ニンニクとカレー粉がねいい感じに香りづいてくるんで、ニンニクキャベツカレーって感じだな。キャベツカレーニンニク、キャベツカレーのニンニク風味で、ニンニクもいい感じにね火が入ってきて香りが出てきたんで、ここでさっきのチキンコンソメ少しだけキャベツに含ませます。1杯ぐらいで十分ですね。90cc ぐらいですかねこれ。ここでもねもうチーズ仕上げで、もうあとはこれ仕上げなんですりおろしちゃいますね。こう下味にチーズがちゃんと乗っかるような感じで、この背中の方をねしっかりとこの出汁の味を含ませながら、ここにもちょっとだけこのままに含ませましょう。はい、いい感じですね。水分が、いい感じに油と馴染んで乳化されてきたぐらい。これで盛り付けに入ります。ちょっとね味見ときましょう。そう、カレー粉の香りがすごい。これやばいな。仕上げにちょっとオリーブオイルちょいーっと、お好みでまたねチーズを少し振りかけて、これは絶対忘れちゃいけないですね、黒胡椒。うわやば、うまそう。よし、いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまい。塩最初の下味でこんだけいけちゃう。めちゃめちゃジューシーじゃん。これ白米お願いしたいな。白米お願いします。365日これでいい人たちが出てくる気がする。どんどんいけちゃうんだけど、どんどんいけますよこれ。キャベツ半玉がなんかもう一玉の感覚でいけるなこれ。いや違う、なんだそれ。いいや。やっぱ焼くといいっすね。この焼いた香りとこの食欲をねそそるんですよ。またこのカレー粉がねキャベツにすごくよく馴染んでて、さらにこう追い打ちをかけるようなこのニンニクとこのキャベツの甘みがねまたマッチしてるんですよね。うまい。はい、というわけで、キャベツでした。キャベツでしたっておかしいな。はい、というわけでキャベツカレーでした。このねカレー粉をちょっと振るだけでこんなにキャベツの印象変わるのかっていうぐらい、これね味変わるんですよ。でめちゃめちゃ進みます、食が。キャベツ1個ぐらいだったらほんとねすぐなくなりますよ。なんでぜひこれはね試してほしいです。ぜひ試してください。お願いしますというわけで、またねこういった野菜のシンプルなシリーズやね他の動画も引き続き出していくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。